ちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。今日は土星のお話をします。私が大好きなテーマです。お羊座土星期が始まっていて2028年まで続きます。この間、〇〇に取り組むと幸運を手に入れるよというお話です。最後に土星星座別、12星座別のテーマについても簡単にお話ししていきます。私自身は先生術師として長くやらせていただいているので、2万件近くのセッション経験をさせていただいてます。で、その中で現実の世界で自分の欲しい才能、使命を生きることで豊かで喜びにあふれた道、そういう人生を送るためには、最も大切な感じ点として意識しているのは、実は太陽ではなくて土星です。土星っていうのは夢物語ではなくて、実際に見える形での結果を残すために存在している天体なんです。で、特に、私の個人セッションの、クライアントさんが、とても現実的に生きてくる中でスピリチュアル、私と同じようにの大切さにも気づいたっていう方が多いので、平均年齢は40歳以上、40歳、50歳、60歳の方が実は私の場合とても多いんですね。そのようにこう人生、後半かどうかわからないけど、になってくると、特に太陽とか金星とかのキラキラした喜びっていうだけでは、物足りなくなるだけじゃなくて、実際にそれだけでは成長と上昇と拡大の動きは止まってしまう人がほとんどです。太陽や金星は40歳ぐらいまでに全部使い果たしてしまうんですよ。だからそこでうまく土星を使う方向に移行していく人が、この50代、60代からぐぐぐぐぐっと伸びていくわけです。私もそんな風にして50代になってから人生はドワーッと上昇していきました。なので、今世を最後まで光あふれる人生へとつなぐ役目をしていくのが土星ということで、このお話をさせていただきたいと思います。その前に改めてこのチャンネルにたどり着いていただいてありがとうございました。もし初めての方はぜひチャンネル登録をお願いします。コメント、いいねボタンなどもちろん大歓迎でございます。詳しくもっと文章で知りたいという方は、とても詳しい先生術のノート、アメブロなどもやっております。ぜひそちらもご覧ください。それから、インスタグラムの方では開運術などを、毎日のように投稿しておりますので、よろしかったらぜひそちらも見てみてください。さあ、それではですね、続きまして、自分自身の使命と喜びを生きながら、それが経済的にも精神的にも豊かさをもたらす生き方にリンクしている。こういう毎日を送りたいと思いませんかという問いかけなんですね。そのスピリチュアルに興味がある方はもちろん精神的な喜びの大切さをご存知だと思うんですけれども、じゃあ物質的にはどうでもいいかというと、やっぱりこちらはどちらも豊かであるということが精神的な豊かさの助けにもなるということもありえます。で、そうこう現実的な視点を持たせてくれるのが土星なんですね。で、今言ったような毎日を送ることができればやっぱり最高で、そのためには土星が私たちに与える宿題、課題、テーマに取り組んで、ちゃんとそのタスクをこなして、そして土星先生から来るテストに通るっていうことが必要で、それさえできればそれは可能なんです。ですから、今トランジットの土星がどこにあるのか、そしてそれが自分のバースチャートの土星の位置、これがあなたの、土星星座になるわけですけど、それに対してどの角度でアプローチしているのかということを常に明確にして、それを言動に反映させていくということが人生後半、あらゆる面で豊かに生きるコツだと私自身は思ってます。で、それに私も気づいてから、毎日土星のアスペクトっていうのは、毎日チェックしなくても土星はゆっくり動きますから。でも今の土星のアスペクトが自分の土星にどう当たってるかっていうのは常に頭の中に入っていて、それによって人生の計画、プロセスを決定してます。ですから去年までは土星が魚座にあったという計画ですし、今年からはお羊座に土星が入ってますから、私の土星に当たるアスペクトは角度は変わってきてますから、なので、お店も変わりましたし、ビジネスの形態も今年から変える。お羊座土星に合わせている。そういう感じですね。
で、そうするとそれがうまくいっていると、自信を持って言うことができます。成功しているということができます。ですからやっぱり土星大事。ということで、29年ぶりに始まりの場所がお羊座だから、に戻ってきた土星について考察してみることが、すべての方にとってより豊かな人生、物質的にも精神的にもね、のヒントになることが間違いなし。というテーマなんです。で、まずもう一度土星のトランジットを確認しておきましょう。2025年の5月の25日に土星はお羊座に入りましたね。戻ってきた。この始まりの場所に戻ってきました。で、7月の13日から逆行を開始しました。土星逆行期間についてはすでに動画上げているので、そちらもご覧ください。そして9月の1日にそのまま逆行して1回魚座に戻りますが、2026年の2月の14日にはお羊座に戻ってきます。そしてその後2028年4月の13日にお牛座に移動するまでお羊座にステイする。つまり約3年間お羊座土星期の課題に向き合う時期ということになります。で、それぞれの皆さんのバースチャートのホロスコープに反映されている人生図において、お羊座土星期の3年間の課題と成長のポイントについては、今ここで皆さんのホロスコープが見えないので、簡単に言えるアドバイスとしては、1996年の4月の7日から1999年の3月の1日ぐらいまで、大体ですよ、その辺。その間、98年の6月の9日から98年の10月の26日までは一時的にお牛座にいたりしましたから、ただ、これはこの期間として捉えますので、その頃と同じテーマのグレードアップバージョンが皆さんに土星が出した宿題なので、そういうふうに振り返ってみると、ホロスコープを読めなくても思い出すだけでわかるかもしれません。あの時の3年間と同じテーマが戻ってきます。で、そこに逃げずに向き合ってテストに取り組むと素晴らしく上昇することができますよという話です。私だったら、もうオーストラリアに住んでたけど、結婚はまだしてなくて、ちょうど結婚するギリギリの前ですね。どうしよう、結婚もしてない、子供もいないけど、このままオーストラリアにいようかな、どうしようかな、みたいにこう悩んでいた時期で、今でも鮮明にその時の課題というのは覚えていて、なるほど、今やってきてるなと感じてます。で、皆さんのバースチャートの土星の位置っていうのは、私たちがどこからともなくやってくるなんか恐れ、そわそわする恐れですね、によって、無意識に自分自身を制限してしまっているテーマっていうのを示しています。無意識だから厄介なんですね。ただし、そのテーマは実は私たちにとっては潜在的に持っているhidden power、潜在的に持っている隠れたパワーを解放するきっかけになる場所なんですよ。よくほら、ロールプレイゲームとかでもなんかこのままでは、この状態ではどうしてもボスが倒せないんだけど、なんかどっからなんとかランチャーみたいなヒドゥンウェポンがやってきた途端みたいな、そういう本当は持ってるんだけれども、気づいてないようなものを解放する場所なんですね。ですから、最高の人生に到達するためには、必須の成長と学びの場所を示してるんです。もう絶対逃げずにできるだけ早くに取り組んだ方がいい。そうすると人生の後半にはそのテーマの今度はマスターとして社会に貢献するっていうことが宇宙から期待されている場所でもあるんです。常にそのテーマに向き合い続けることで繰り返す負の影響からできるだけ早くに卒業できますし、卒業した後は効率よく豊かな人生へと移行することが可能です。これを知っているということは、夢を叶える人生にとって本当必須のことです。なぜならば、その課題に取り組んで向き合っている時だけ、宇宙はあなたをサポートするからです。それに逃げている5年間は、私も今振り返ってみて、宇宙にサポートされてなかった。だから努力が報われなかったんだなと、本当に感じます。向き合っていた時に、そうだ、すごい上昇したんだっていうのが、今となってはわかるんですね。ですが、ほとんどの人にとってはさっき言ったように最も避けたいテーマなので、多分自然に逃げていることの方が多いと思います。だから努力しても宇宙にサポートされてないので、結果につながらない原因となっているということなんです。なんで、できるだけ早くにこの私に与えられている今世の教科はあなたこれです、数学じゃなくて国語今回やるのよとかね、そういうことに気づいて早くから向き合うことで、逆にその課題を解決されたらこの人に勝るものはないっていうぐらいその道にプロになるということができれば最高で、それが実は使命なんです。だから土星って使命を示している場所です。
使命を生き始めると、最初に言っていた経済的にも精神的にも豊かさを得ることができるということなんですね。ですからぜひあなたのバースチャートの土星の位置を確認して、そのサインに与えられた一生の課題に気づいてほしいと思うんですけれども、今日の動画では最後に土星12星座の今世で向き合うことで、このお羊座土星期に向き合うことで成長するテーマっていうのをお話ししますが、土星星座がわからないという方もいるかもしれませんね。これはやっぱりバースチャートを出していくしかないんですが、一応太陽のように5月何日の人は必ずこの星座というわけにはいかない。その年によって変わるので、ただ生年月日が分かれば土星がその年のそこに、どこにいたかっていうのは分かるので、そこから割り出すことができます。ちなみに私は最初に言ったようにノートを書いておりまして、そこで様々な占星術のテキストを出しております。で、今回も誕生日だけでバースチャートの土星のサインがわかる表っていうものをノートの方に出している記事が、これ有料なんですけれどもありますので、つけておきたいと思います。実はですね、その今つけるノートのところは、あなたの誕生日からバースチャートの土星のサインがわかる表と、それからあなたの土星星座に与えられている一生変わらない課題、でもそれに取り組むことで最初に言ったように一気に幸せに近づくよっていう課題と、それから今、お羊座土星期の3年間にさらに一気にレベルアップするための12土星星座別の開運アドバイスっていうすごくどっしりとした重いテキストがこのノートの方に出してあるので、もうそこまで興味がある人はぜひそちらも見てください。さて、土星についてもう少しお話を。で、土星のトランジットとサイクルについてなんですけど、これはどの人にとっても達成と成長のサイクルと土星のサイクルは必ず一致しています。バースチャートの個人的な天体にハードなアスペクトを形成すると人生は止まったようになる。これが土星です。ですが、惑星っていうのはくるくると太陽の周りを回っている以上、どの人にも同じ頻度でハードなアスペクトはやってくるんです。で、それはなぜか。宇宙は私たちに現実の問題に直面することを定期的に要求しているからです。厳しいトランジット期には重要な決断が下されるということはよくあります。で、それは人生をスローダウンさせます。で、これは今この瞬間にあなたは生きることが全てですよということを宇宙があなたに求めているからスローダウンをさせてくれているんですね。で、そしてそんな時に内面の強さを身につけて無駄を省いて過剰な行動みたいなのを制限して削ぎ落として現実に役立たないものはもうどんどん捨てていって役に立つものをより改善して人生のスリム化っていうんですけれどもスリム化をしていく。これが土星の役目です。そして確実に達成していくための自分の言動に今日から責任を持つぞ。こういうふうに土星のアスペクトっていう、特にハードなアスペクトっていうのは私たちに教えてくれるということです。で、私たちのように占星術とか宇宙と対話するようなね、こういうカードリーディングとかのツールを持ってるといいんですけど、そうでない場合は、このような時期に成長の機会って捉えるのはかなりハードルが高いとは思いますね。ただ単になんか進まない嫌なことがある時期というふうに捉えてしまうことが多くて、その結果、自己否定とか自己憐憫とか内側にこもるっていうことを始めちゃう人が多いのも土星のハードなアスペクトです。実は成長のポイントなのにもったいないですね。で、土星というのは現実を見せる担当の惑星です。で、木星は夢を見せる惑星です。そして現代社会においては現実を見せられるっていうことはそのまま不安や恐れにつながることが多い。だから土星に現実を見せられている間苦しくなるという人はいるかもしれません。ですが、本当は何度も言いますが、土星の影響が強い時ほど、それは一人一人のバースチャート次第ですけれども、このいう時ほど長期的に自分にとって最善なのは何かということを意識して、そのためのベース、土台を作るべき時なんです。で、それは確固たる基盤でなければいけません。実は人生が止まったように見えるような時、課題を抱えている時は、ほとんど土星のハードなアスペクトの影響をもう本当に受けてます。そしてその土星がアスペクトから離れていった時に、そのハードな時、
に課題に取り組みの時間を作って、確固たる基盤を一生懸命作ったならば、離れた時にその基盤の上に恩恵を受け取ってることができるというふうになってるんです。これよくできてるんです。だから実はこれからやってくる上昇のエネルギー前の兆しなんですよ。その基盤としてそれを積み上げる基盤、ベースを作っておいてねって宇宙は言ってるんです。なのに、その期間に課題と向き合わずに逃げて土台作りをしなければ、適当にガラガラっと積んだだけの、そういうベース処理したままの場合は、確固たる基盤できていません。ですから、ハードなアスペクトを離れて、さあご褒美ってなった時に、何あなたベース作ってないからあげられないよということになっちゃうんです。こういう人は結構多いんです。今、ポジティブな先生術でいうとアスペクトのはずなのに苦しいっていう人は大体そうです。絶対そのトラインの前には必ずスクエアっていうのがあるので、スクエアの時に土台を作ってなかったからなんです。先生術を何十年も読んで、たくさんの方のセッションをさせていただくと、本当に毎回宇宙の計画の完璧さっていうのは簡単します。必ずこれがあって、これって全部計画通りになってるんです。90度の土星のハードなアスペクトの後には必ずトライン、必ず規則正しく天体をこうやって動いてるんですね。だからスクエアの時に土台を作ることがとても大事。こんなチャンスが次来ますよ。そのチャンスを積み上げる土台を今作っといてね。ということなんですね。で、ここで土星のサイクル、これ単純に計算できるんですけれども、例えばバースチャートの生まれた時っていうのは土星、バースチャートの土星とトランジットはもちろんコンジャンクションってくっついてますよね。で、そこから土星はだいたい28年から30年かけて一周していくんです。なので、トランジットの土星がだいたい7年後ぐらいに自分のバースチャートの土星にスクエアするっていうことなんです。だから大体それぐらいの時に第1回目の課題がやってきます。ちょうど小学校に入るとか、初めて親元から離れて、初めての自立を体験するっていうのが1回目の土星のスクエアになってるんです。で、7年周期で人は成長するというのは、先生術でもシュタイナー教育でも言われていることで、私が開発したセプタグラムソウルジャーニーでも同じように考えています。で、これって実は土星のサイクルと一致するんです。7年ごとにハードなアスペクトがやってくるんです。でもこの7年と7年の間にはさっき言ったトラインというご褒美期間があるということなんです。そこで現実的な結果を受け取って、だからまた頑張れて、またハードがあって、でも土台作って、またさらに上。こういう感じなんです。ですから、このサイクルを意識している人は、こういうことがこう分かっているので、例えば29歳の時にサターン、大体29歳ぐらいの時にサターンリターンという自分のバーチャートの土星の位置に土星が戻ってくるっていうことを迎えて、で、そこから、3年ぐらいね、自分のバーチャートと同じサインに土星がいるから、これまでの自分の生き方をより書き換えて、より上の人生にするために、今後の人生の責任と自由を自ら構築するような土台作りに取り組む。というわけです。で、3年間土台作りをすると、今度はそこから土星がね、トランジットがこう動いてます。そうすると90度から3年経つと120度というトラインになるので、31歳からの3年ぐらいで、その作った土台の上にどんどん結果や達成、昇進したり、仕事がうまくいったり、社長になったり、その土台のレベル、ちゃんと作れば作るほど素晴らしいものを受け取るっていう期間があるんです。で、そっからまた、ね、だからその29歳の、サタンリターンからは7年後ぐらいになった36歳ぐらいになると、またもう一回土星のスクエアを迎えます。で、そうすると、そのサタンリターンからの7年目で、また今度は新しい土台を作らなきゃいけない。もう、この間作った土台の上にはこれ以上積み重ねられないので、ここでほっといたらもうそれで人生は終わりです。でも、うまくいってる人ずっとっていうのは、また新しい土台をスクエアの時期に作るんですね。そうすると、また、その3年後ぐらいに、また成長したあなた、あなたの作り上げたより高い土台、硬い土台の上により素晴らしいものがやってくる。もうこの周期の繰り返しなんです。これが土星を味方につけて人生をどんどん上へ上へとこう積み上げて登っていくっていうプロセスになるんです。
ですから先ほど土星は現実を見せる、木星は夢を見せると言いましたけど、私の2万件近い個人セッションの経験からは、私は個人的には別の意見を持っています。伝統的には木星、それから金星、これが幸運と利益をもたらす惑星とみなされていますが、一方で実は土星がもたらす報酬の方がはるかに大きいものです。絶対土星の報酬の方がお得です。なぜならば、持続する永遠の幸せだからです。木星と金星のもたらすものは一時的でしかないからです。ただ、そのために土台作りと努力と時間っていうのがかかる。土星のご褒美には。だから途中で辞めちゃう人が多いということです。ということで、人生を現実的に豊かに生きるために土星を使いこなすことが本当に大事。実は私が提供しているコーチングプログラムでも、マニフェステーションプロジェクトでも、持続する幸せ、もうこればっかり言ってます。これを目指すということを世に呼びかけています。ちょっとね、スピリチュアルが好きな方の中には、一時的な喜びっていうところに逃げてしまうという傾向にある人も多いです。みんながみんなじゃないけど。例えば日常の苦しみや忙しさから逃れるために週末の瞑想会を楽しみにしてるとか。これは土星が推奨する人生じゃないんですね。なぜならば土星は日常の方が大切だと思ってるから。なのでこの日常の幸せこそが持続する幸せ。こっちが幸せである方がいい。これしんどくて週末の瞑想の時だけ楽しいんだったら現実逃避して一時的な喜びを経験してるだけなんです。また自分を表現できない月曜日からの苦しい日々を迎える。これは幸せな人生じゃないよって土星先生は言ってるわけですね。もちろん私も毎朝の開運リツアルとか短めの瞑想とかマインドフルネスの時間を持っていますが、だからそれ自体を否定するものではないんですが、一時的な喜びのための現実逃避となっては本末転倒ということですね。ですから土星はその金星や木星のような一時的な刹那の楽しみとか問題解決を先延ばしにしてとりあえず今慰めてもらってちょっと一時的にほっとするということを求めていると永遠に持続する本当の幸せな人生はやってこないよという教訓をくれる天体ということになります。そしてその土星が今始まりのお羊座に戻ってきたので今このことに気づいた人もやり直しができるから全然大丈夫よということです。私たちの太陽星座、土星星座がどこにあったとしてもお羊座が始まりの場所であることは確かですから誰にとってももう一度やり直しができる3年間です。課題から逃げてきたためになんか進級できるチャンスを逃してずっと同じレベルにあった人生と思ってる人はもう全然大丈夫。この3年間にもう一度土台を作り直せばやり直すことができます。あなたが土台を作ってなかったからその土台を持ってない人にはあげませんよって宇宙が言っていただけだということです。5月の25日から土星がお羊座に入っています。ということをもう一度ね、真剣に受け止めていくといいと思います。ですからこの土台作りを意識して3年を過ごせばそれが今後の人生にずっと持続して喜びを受け取るそういうサイクルをねもう一度できると思います。自分の欲しいものとかやりたいことをどんどん上に積み上げていく土台を作ればいいと思います。で結局それぞれが持続する幸せを手に入れると恐れから自由になっていきます。そして風の時代を謳歌することができます。一人一人がそうやって幸せ感が増えると争いもなくなるし協力し合おうとするし共存していく未来がやってくるんではないかと思います。でちょっと土星のトランジットをこの最近だけでも振り返ってみるといかに土星が現実に影響しているかっていうのがよくわかるのでちょっとその話も最後にしたいと思いますが2020年から2023年この期間って何ですか？これは土星が水亀座にいた期間なんですが、でも何ですかっていうと、私たちがパンデミックを体験していた時期と全く重なります。で、水亀座のテーマっていうのはコミュニティ、社会との関わり方、未来の地球について考える、新しい社会構造って何っていうことに真剣に取り組まなければこれ以上動けないよという課題を突きつけるのが水亀座の土星で、まさに私たちそれをあの頃やっていましたよねということです。
そしてパンデミックが解けて、2023年からちょうど今までの魚座土星期、これは魚座のテーマですから、世界全体のバランスの調整とか、メンタルヘルス、先進性の重要性、そして戦争とかに関する考え方、ヒューマニズム、魚座のテーマの最も強いところで言えば、見えなかった真実が暴露されていくという、この体験を皆さんしました。日本でも政治でも芸能界でもいろんなところで真実が暴露され始めました。これは魚座の土星がやっていたことです。そして土の時代のヒエラルキーとか権力への偏りへのお別れ、さよならってするところなんで、魚座は。それを本気でしなければ地球はお互いを滅ぼし合うような最悪の事態になるかもしれないよということに気づき始めた時期でした。そして今、お羊座の土星期が始まりました。土星は私たちの弱点を見せてくれるんですね。だからそこを強化しなさいと、強化の必要のある場所、メンテナンスの必要な場所、そこのネジを締めないまま進むと大きな事故になりますよというアドバイスです。土星は時間を司る天体でもあります。だから時間をかけて取り組む課題、そんな簡単じゃないっていうものを示しています。ですからちょっとトライして結果がすぐに出ないからといって諦めてしまう人にはより試練を与えてくるので気をつけてください。この土星がお羊座という始まりの場所に戻って、この30年間の皆さんの人生で悩んだことをこの3年間に形にしてみなさいということなんです。で、土星は失敗から学ぶっていうことを推奨してますから、ですから何も達成してきていなくても構わないんです。そんなことを起こったりしません。失敗したっていうことは、少なくとも何かを試みたという証拠ですから、この30年間皆さんが失敗してきたことを振り返って、じゃあその失敗を生かし始める30年間にこれからしましょうよね。そのためのジャーナリングをして備えておくということがとても大事です。そして、このお羊座土星のテーマ、共通のテーマを今から言いますけど、これは私たちが自分自身に対して責任を持って、それが集団にも影響を与えていくっていうことに気づきながら、このテーマに取り組んでくださいという最初のタイトルにあった、ここの答えがやってきます。お羊座土星期にみんな共通で取り組むべきことは、〇〇への取り組み。この〇〇はセルフケアです。自分の体、健康、食べるもの、日常のルーティンに対して責任を持つことです。忙しすぎて朝ごはんを食べる時間がないとか、睡眠パターンが不規則だという人は、確かにその子育てに忙しくて仕事上仕方なくという気持ちも分かります。私もそんな時ありました。ですが、お羊座土星はその言い訳っていうものを受け付けてくれないんですね。あなたが自分で自分の体をいたわり始めること、もっと自分に関心を持つということです。つまりもっと自分のを価値ある存在としてあなた自身が扱えということなんです。それをし始めるとセルフケアに気をつけるでしょっていうことなんですね。で、あなたたちが自分の体とか自分をもっと大切にしないんだったら、私もあなたのことを大切にしませんよ。あなたを価値ある存在として扱いませんよっていうのがお羊座土星の口癖なんです。この3年間なんです。だから皆さん、いい意味で気をつけてほしい。あなたが自分を雑に扱った分だけ宇宙はあなたを雑に扱います。最初は慣れてないんで無理があるって感じたり、これまでの習慣を変えるということが余計フラストレーションを感じるということもあると思います。ですが思い出してほしいのは、土星は持続することの延長線上にある素晴らしいご褒美を用意しています。さっき言ったように仕事と子育てで忙しい人いっぱいいます。わかります。私もそうでした。セルフケアを気にしている場合じゃないって感じていた。そんな時期も私もありました。これ私の話ですけど、ワンオペでお店経営して子供たちの朝ごはんも作らなきゃいけないし、そんな中でもう疲れ切っていました。ですからずっと朝ごはん抜きでした。なんなら1日1食だけそうめんだけとか、そんな人生を送っていた時もありました。自分自身に対しては。子供にはお弁当作ってるのにね。だけど今は私は朝5時に起きて、必ずタンパク質と食物繊維と炭水化物が理想的な割合で含まれた味噌汁を必ず作って毎日飲もうと決めて、もう何年もそうしています。最初はストレスの方が勝ったんですよ。もう30分寝てないし、朝ごはん作ってる時間面倒だし、もうダーッと出かけていきたいし、もう作るのが面倒で。だけど、
今まで朝ごはん抜きでやってきた方が楽だったと感じる時期もあるんですが、続けていると3ヶ月経ったら5時に起きて味噌汁を飲んで1日をスタートさせない方がストレスを感じるようになってきます。何よりも自分の体調の良さを感じますし、やる気が上がってるし、日常も効率よくこなせるので、この方が仕事もサクサク進むんです。最も大事なのは、自分が自分に対して責任を持って、自分の体をいたわっている私っていうことを実感できるので、そんな自分は誇らしくなります。どんどん好きになっていきます。これが私の体験談。しかもこれ私の場合はおまけ付きで、前の動画を見れば分かりますけれども、それをする前、セルフケア抜きの1日1食だった頃の私は、今よりちょうど12キロ太ってました。パンパンでした。で、忙しいからっていう言い訳を捨てて、朝味噌汁を始めてから、食べる量は増えてるのに、パフォーマンスも上がるし、今の自分が大好きになるし、自分をケアしてる自分を誇りに思うし、もうあの頃に戻りたくないと感じているので、朝味噌汁を作ることは全然面倒だと感じない。朝、歯磨きを磨くのと同じような自然な日常となっています。ですから、例えばお酒を飲むことを楽しみにして、それがストレス発散だという人は、最初やめると、なんかしんどい、ストレスが溜まっていくような気がするかもしれないけれども、しばらく続けていると、お酒を飲まない自分の方がパフォーマンスがいいことに気づくし、飲む自分の方が嫌になって、飲まないことの方がストレス発散できるという状態になっていったりするんです。これが成長です。ということで最後に、実はこのお羊座土星からの影響は皆さんの土星星座によってさらに大きなテーマが用意されてるんですね。でそしてそこに今言ったセルフケア以外に取り組むことで人生のステージというのは上がりますので、簡単に最後に土星12星座別にこの3年間のテーマをお話ししたいと思います。土星星座がわからないという方もいると思うんですが、これはちょっと申し訳ないんですが、さっき言ったように土星星座の一覧表というのはすごい長いものになっちゃうんで、生年月日だけじゃなくて、そのあなたの誕生日から、土星の星座がわかる表と、それからもう持って生まれた土星星座に与えられている一生変わらない課題、でもそれ取り組むことで幸せに近づくよという課題、これが2つ目。それから3つ目が今から言う、土星、魚座期の3年間にさらにレベルアップするための12星座別のテーマは今から言いますが、それをさらに詳しく読み解いた開運アドバイス、これセットで、ねノートの方でこの下見れば出してるので、興味がある方はちょっと有料なんですけれども、テキストがもらえますので見てみてください。ではここからは、最後にお羊座土星期の12土星星座ですよ、太陽星座じゃないですよ、別のアドバイスです。土星星座知ってる方はぜひ参考にしてください。お羊座の土星の方、自己概念と外見のセルフイメージの見直しです。例えば本当はショートカットが似合うの、今日からショートカットにしようみたいな、そんなこと。お牛座の土星、徹底的な断捨離とお掃除、持ち物を減らすことです。双子座の土星、他者、他の人との交流と学びと情報の分かち合いのテーマです。蟹座の土星、社会的な使命のための土台作りを始めるとき。獅子座の土星、学びを通して自分の信念を確認するときです。乙女座の土星、他者と持ち物を共有するときです。天秤座の土星、1対1の人間関係にテーマを絞ってください。さそり座の土星、セルフマネージメントです。いて座の土星は子供のいる方は圧倒的に子育てです。いない方はプライベートでの自己表現です。ヤギ座の土星は居場所について。水亀座の土星は日常の立て直しです。ルーティーンとかね。魚座の土星はお金の使い方について。今ピンとこなくても、このテーマを意識していれば、それが課題となってやってきた時に、あ、これか、これ言ってたやつだっていうのは必ず分かります。そしたら逃げないでください。これやるとレベルアップのためのテストだなと思っていただくといいのではないかと思います。ということで長くなりましたが、最後にやっぱりいつもの宇宙と対話できるセプタグラムソウルジャーニーカードリーディングでメッセージを受け取りたいと思います。ちなみにこの中に土星のカードっていうのがあって、これはこういうカードですね。
刈り取る、カルマを刈り取る釜を持ってるんですね、土星先生はね。そしてこうグリーンなんですね、土星のエネルギーっていうのは。だからグリーンってこうほら、時間がかかるパッと咲くカラフルな花じゃなくて、木っていうのは何年もかけて育っていきますよね。ですから土星の色っていうのはちなみにグリーンです。では、ここで一枚引きをしていきたいと思います。これぐらいで。22、数日のカードが出ましたね。これはやったことが報われていく、まさに土星の努力した分だけ報われていく、積み上げて分だけやってくる、土台を作っている人だけがもらってるね。なんであの人だけご褒美もらって私はっていう人は、あなた土台作ってないから、その上に積み上げられることができないのよ、土台がないと。みたいな感じかもしれません。大丈夫。今日からやれば間に合います。素敵な土星お羊座きを送りましょう。